お前、会社辞めるんだってな。部長が手に持っているのは、覚えのない退職届。俺の書いた字でもないのに、俺の名前がそこにはあった。誰がこの退職届を偽装したのか、その答えは明確だった。次期部長候補だからって、いい気になりやがって。お前は惨めに這いつくばってるのがお似合いだ。高らかに笑う部長の声が頭の中に響く。部長の言うことは絶対だ。逆らうことはできない。しかし、これが悲劇の幕開けになることを部長はまだ知らなかった。俺は山下亮、32歳の建設会社で働く営業マンだ。新卒で入社したばかりの時は、残業も多いこの仕事に嫌気がさしていたが、辞める勇気も出なくて、この年までずるずると続けてきた。自分が取ってきた案件が終了した時の達成感だけが、自分をここまで支えてくれたと思う。ここ最近で取引先の役職者とのつながりが一気に増えた。新しい案件を探して取りに行くというより、紹介してもらうことの方が圧倒的に増えた。サボっているわけではないが、以前よりも家電件数が減っているのに売り上げが上がるようになったのも、人とのつながりが大きいと感じている。ある日、会社の飲み会があった。重役を交えた会議の後に恒例で開かれるノミニケーションというやつだ。初めは嫌だったが、今ではすっかり慣れてしまった。吸わないタバコの煙もむせることもない。俺が菊池専務に酒を注ぎに行くと、菊池専務はすっかり出来上がっていた。おお、山下、最近めちゃくちゃ張り切っているそうじゃないか。菊池専務は酒臭い息とタバコの煙で出迎えてくれる。ここ半年で得意先との関係性が一気に深まったと感じています。いいことだな。古臭い考えだと100も承知だが、営業は足だよ。汗水流してお客様のところまで行った回数はいずれ結果に結びつくんだ。俺がお前に預けている得意先も、ここ最近でまた売り上げが伸びてきているのは見ていた。このまま励めよ。はい、ありがとうございます。菊池専務は俺の新人時代の時の上司だ。あの時はまだ専務ではなかったが、かなり怖くて近寄りがたかったのを覚えている。とはいえ、この人のおかげで今の自分があるのは間違いない。俺の営業の基本は菊池専務に叩き込まれたものだ。俺が次に酒を注ぎに行く相手を探していると、菊池専務が大声で笑っていた。ヘナヘナした新人がよくここまで育ったもんだ。山下を次期部長に推す声も出てきたくらいだからな。ここにいる若い営業も山下のようになれよ。専務、それはありえませんって。俺が慌てて制止するが、菊池専務は気にせずに笑っている。恐る恐る専務の隣に座っている坂本部長を見た。坂本部長はものすごい形相で俺を睨んでいた。自分がまだ部長についているのに、次の部長の話をされるのは面白くないのかもしれない。これ以上坂本部長の機嫌を損ねないよう、俺はもう一度菊池専務の隣に座り、話をそらすことに専念した。しかし坂本部長はこの時のことを俺の思っていた以上に根に持っていたのだと後になって知ることになる。飲み会があった翌週、俺は朝礼終了後すぐ外回りの準備を始める。日程の最終確認をして荷物のチェックもする。漏れはないと確認し、車用車のキーに手を伸ばした。その時だった。山下、営業に出る前に今日の行動予定を教えてくれないか？はい、本日は4社訪問予定です。訪問件数を答えた後、加えて時間単位で今日の行動予定を部長に伝える。すると、今日の俺の行動予定も山下と同じだな。それならそこの会社は俺が回ろう。と、とんでもないことを言い出した。え？私の担当ですので自分で回ります。
少しは俺のことも信じろ。お前は空いた時間の有効活用もできんのか？しかしですね。山下、菊池専務に褒められたからって調子に乗るなよ。俺の役職がわからんのか？そんなつもりで言ったわけではありません。部長はもういいと言い、俺に数枚の用紙を渡してくる。見ると顧客リストのようだった。それはここ数年取引がない顧客だ。今みたいな時間のある時にこういう場所を回っておくんだぞ。時間がある時というが、この時間は部長に仕事を奪われてできたものだ。それなのに文句も言えずにいると、部長はそのまま外回りに行ってしまった。仕方なく俺は渡された営業先を回ることにする。顧客の情報を集めるだけ集めて、俺も営業へ出発した。渡されたデータには数年前までは取引のある顧客も存在した。どうせならこの顧客に全力で当たってみるか。俺はトーク内容を頭で整理して営業先を訪問していく。そのおかげか、この日の売上ゼロだけはなんとか回避できた。胸をなで下ろしながら会社へ戻ると、オフィスに戻るなり部長から呼び出される。お前の得意先から電話があったぞ。どこからです？立山社だ。今日お前が立てた売り上げは俺がシステムに入力してやるから、お前はさっさと電話を折り返せ。売り上げの入力程度なら自分でできるのだが、得意先を待たせるわけにはいかない。俺は部長に売り上げの一覧を渡して電話をかけた。しかし折り返しをせかされた割には、得意先の要件は大した内容ではなかった。何か引っかかりを感じながらも、俺は次回の訪問の予定を入れて電話を切った。デスクに戻り、今日の売り上げの確認をする。俺は売上管理表を見て目を疑った。俺が挙げた売り上げは確かに入力されている。でも担当者が部長の名前になっているのだ。部長、これはどういうことですか？何のことだ？とぼけないでください。私の今日の売り上げの件です。担当者が間違ってます。これ権限で私じゃ直せないので、部長が直してください。ああ、間違えてたか。今じゃなきゃダメか。明日には結果が確定されて、売上の修正に本部長の承認が必要になります。面倒なことになるのは部長ですよ。それもそうだな。でも小さい数字だぞ。このままでもいいだろ。どんなに小さくても大事な売り上げです。元に戻してください。俺は食い下がった。さすがに部長も諦めたのか、深くため息をついて俺に向き直る。それは立場が上の人間に物を頼む態度じゃないな。お願いしますはどうした？いや、部長のミスですよね。数字にこだわってるのはお前だがな。俺は思わず怒鳴りたくなったがこらえた。怒ったら負けだと分かっている。売上の担当者を修正してください。お願いします。俺は頭を下げた。すると部長は大声で笑い出した。惨めだな。部長候補ともあろう者がこの程度の売り上げで頭を下げるなんて。ちなみに数字の修正は却下だ。約束が違うじゃないですか。誰も約束なんかしてないぞ。俺は人に物を頼む態度を教えてやっただけだ。事務所内には坂本部長の笑い声が響いている。他の社員は息を潜めて俺たちの動向を伺っているような気配がした。残念だがお前の部長昇進はありえないんだ。お前は永年平社員なんだよ。坂本部長は先週の飲み会の菊池専務の言葉を信じているようだ。まだ32歳の俺が部長なんてお酒の席での方便に決まってるだろうに。俺はこの日以降自分の売上入力は全て行うようにした。しかし入力した売上は全て部長権限で修正されてしまう。どれだけタイミングをずらしても無駄だった。この月の俺の売上は新人よりも下、つまりビリだった。反面部長の売上は全社員でトップを記録。俺もまだまだ捨てたもんじゃないな。いいか営業社員、売上というのはこの俺のように
どこまでも諦めずに貪欲に追求するんだ。ハングリー精神だからな。立って叫んでいる部長と目が合った。部長はニヤニヤしながら俺を見返してきた。部長の売り上げの大半は俺の顧客で立てた売り上げだ。しかしシステム上でそれを判断することはできない。何か打つ手はないのか。それから半月後、東京への出張が入った。本来なら打ち合わせ段階で出張はしないのだが、今回に限り特例が認められた。今回の訪問先は以前に取引したことのある相手なのだが、驚いたことに俺をご指名で直接依頼が来たのだ。こういった形で自分を頼ってもらえるのは非常に嬉しい。出発前には特例の許可に力を貸してくれた菊池専務にも挨拶しておいた。今回の商談は何としても成功させたい。俺もできる限りの準備をして臨んだ。その努力も甲斐もあって商談は無事にまとまった。自分の仕事の中では最大の売上金額になるのは間違いなさそうだ。翌日会社に戻ると社内の様子がおかしい。俺のデスクはパソコンも撤去されている。備品の交換の連絡は聞いていないが、何かあったのだろうか。俺は部長に出張の結果の報告に向かった。パソコンのことはついでに確認しておこう。坂本部長、無事出張から戻りました。俺を見た部長はいつも通りニヤニヤした笑みを浮かべている。ご苦労様だな。はるばる東京まで行って、結果はどうだったんだ？はい、先方にも大変ご満足いただきまして、無事契約まで至りました。いや、本当にご苦労なことだ。わざわざ俺のために。どういうことですか？何を言っているんだ。今回の出張は他ならぬ自分のためなのに。部長は相変わらずニヤニヤしながら俺を見つめていた。お前、今日で辞めるんだってな。部長は自分のデスクにある退職届を指さした。お前の字で退職届が出ているぞ。嘘です。そんなのおかしい。私は出張に行っていたんですよ。俺が知るか。出張に行く前にお前が自分で書いていったんだろ。気持ちはわかるぞ。痛いほどな。商談がこけるのが怖かったんだろ。部長はデスクにあった退職届を俺に投げつけてきた。書類の内容を確認すると、確かに退職届ではあるが、明らかに俺の字ではない。誰の字かは俺にもわからないが、予想はついている。俺はその相手を睨みつけた。はっはっは。どれだけ睨みつけても無駄だ。もう書類は受理されているんだからな。この男はどこまでも腐っている。もう我慢の限界だ。これ以上この会社に居続けても、俺は割を食うだけ。この男の下で働き続けるくらいなら、ご希望通りにやめてやろう。後悔しないでくださいね。後悔っていうのはバカがするものだ。お前のようなバカがな。俺は自分のデスクに戻って退職の準備を進める。俺のパソコンを片付けたのもおそらく坂本部長だな。坂本部長、私の PC がありませんが、私の引き継ぎはどうすればいいですか？お前は自分の心配をしている。明日から就職活動だからな。引き継ぎ書は簡単に作っておこう。同僚に渡しておけば最悪の事態は避けられるはずだ。坂本部長、今までお世話になりました。それと一応東京出張の商談内容です。大切な資料ですから部長にお渡ししておきます。お前も最後に目上の人間の立て方ってのを理解したか。何もかも遅すぎるがな。次のしょぼい会社で部長になれることを祈ってるよ。こうして俺は慣れ親しんだ会社を退職した。明日からは部長の言う通り就職活動になるだろう。心残りが一つあるとすれば、俺が出張に行ってまで取ってきた案件、俺を信頼して仕事を任せてくれた先方に失礼がないといいが。それから数日後、俺が求人情報に目を通していると着信があった。着信は会社からだった。もしもし。俺だ、坂本だ。相手は坂本部長だった。
受話器越しに慌てている様子がうかがえる。お前が置いていった案件だが、ちょっと困ったことになってな。山下にも手伝ってほしいんだ。会社に来てくれ。やっぱりこうなってしまったか。正直予想通りの展開だった。こうならなければいいと思っていたのに、坂本部長は悪い意味で期待を裏切らない。俺の案件は坂本が引き継ぐのは分かっていた。当然坂本の狙いは俺の東京出張の成果の横取りだろう。あの時の打ち合わせの資料は坂本部長に渡しましたよね。私にもそれ以上のことは分かりませんよ。一体何をしたんですか？俺にも分からないんだ。俺はただ呼ばれた打ち合わせに参加しただけで、もう来なくていいと言われてしまったんだ。くそ、なんだあいつら。俺を呼びつけたくせに上から目線で物を言いやがって。もしかして何も提案しなかったということはないですよね。俺は坂本部長が打ち合わせの席でただ座っているだけの様子を想像してしまった。これは社員研修の時に営業として最も NG な行動だと厳しく指導を受けたイメージそのものだ。しかし部長は俺の指摘に気まずそうに沈黙する。部長にまでなった男なのにどうしてそんなことになるのだろう。呆れてしまいため息をつくと、部長は慌てて言い訳をし始める。仕方ないだろ、知らないことばかりだったんだ。俺が営業やってた頃にはあんな技術なかったんだよ。それは単に部長の努力不足なだけです。私だけじゃなくて後輩も毎日勉強していますよ。調べ直して再提案されてはいかがですか？私はよくやっていましたので、先方もより良い提案なら聞いてくれますよ。そんな時間はない。受話器から部長の怒号が大ボリュームで突き抜けてきた。坂本部長は何をそんなに焦っているんだ。まだ着工すらしていないのに。契約を無効にされそうなんだ。部長は商談をぶち壊しにしたということか。あれだけの資料を渡してきたのに。何やってるんですか？1兆円の案件ですよ。だからこうしてお前に頼んでいるんだろう。俺を助けてくれ。これを逃したら上から何て言われるか。このピンチの状態だというのに、未だに自らの保身ばかりを気にしている坂本部長。呆れて物も言えない。とはいえ、私は辞めた身です。この問題には私が関わるべきではありません。得意先のお客様のことを考えると、俺だって辛い。しかし、それ以上に坂本部長を許せなかった。俺が電話を切ろうとした。その時、この案件には菊池専務も困っているんだ。俺のことはどうでもいい。頼む、菊池専務を助けてくれ。今回の失注は坂本だけじゃなくて、菊池専務にも責任があるのか。坂本はどうでもいいが、菊池専務には迷惑はかけられない。気になることもあったが、俺は準備をして会社に向かうことにした。会社に着くと、すぐに坂本が俺を出迎える。山下、待っていたぞ。早速得意先にお前が謝ってくれ。菊池専務は、こんなところまで専務が来るわけないだろう。電話で言っていたことと話が違う。俺は意味が分からず、坂本に食ってかかる。じゃあ、電話で言ってたのは何だったんですか？お前を呼ぶための嘘だよ、嘘。この男は自分が助かるならこんな嘘までつくのか。騙されてのこのこと会社までやってきた自分が恥ずかしい。まあ、そう怒んなよ。これを片付けてくれたらお前の解雇を取り消してやってもいいぜ。解雇のままで構いません。あ、そうなの？謙虚だね。坂本は問題が解決したと思い込んでニヤニヤしていた。だが俺はもう遠慮するつもりはない。これから私が解雇になるまでの事情をすべて公開していきます。何？どういうことだ？私は今までに坂本部長に奪われた売り上げをすべて記録しています。その証拠となる会話もすべて録音してきました。もちろん今の会話も。会話の録音だと？気づけば坂本から余裕の表情は消えている。この様子だとさすがに坂本も今の状況を理解できていると見ていいだろう。システムの修正履歴と照らし合わせれば坂本部長の職権乱用は間違いなく証明されます。もう言い逃れはできませんよ。その程度のことか。
お前の目的は分かっているぞ。俺への復讐だろ。だが残念だったな。これくらいでは俺の不正は証明できない。確かにそうかもしれません。ですが、実は坂本部長の奪った売り上げの中に一社だけ私が担当ではない得意先があるんですよ。一社だけだろ。その程度、どうとでも言い訳ができる。苦し紛れに抵抗するくらいなら、とっとと諦めて謝罪してこい。そのたった一社の担当者が菊池専務だとしてもですか。菊池専務。俺の担当の中には一社だけ菊池専務から預かっている得意先がある。俺が新人時代に売り上げに困っていた時に菊池専務から預かった会社だ。その会社は血縁者が経営しているらしく、今でも担当者登録は菊池専務のままとなっている。菊池専務は坂本部長の売り上げの中に自分の担当得意先が入っていることに気づいているはずです。菊池専務は数字に厳格で細かいところまで確認しますし、部長はその奪った売り上げで全営業トップの実績を収めています。売り上げの内容を見られているのは間違いない。だから何なんだ。菊池専務は忙しい人だ。仮に気づいていたとしても見て見ぬふりさ。現に今まで俺は何も聞かれていない。部長の高笑いが響いている。だがその笑い声に割って入る落ち着いた声が聞こえてきた。それは、坂本部長、それは間違った考えだ。菊池専務の声だった。俺の隣まで近づいてきた専務は目を見開いて固まっている坂本を見つめている。山下の言う通り、俺は坂本部長のシステム操作には気づいていた。しかし何が起きているのか俺には分からなかったんだ。さっきまでは。加えて山下の不自然な退職届もあった。今では誰の仕業か完全に分かっている。坂本の顔はすっかり青ざめている。さっきまでの威勢はもうどこにもない。専務、どうかお許しください。この坂本、すべてはより良い会社のためと思ってやったことでございます。部長よ、謝る相手が違うのではないか。菊池専務の言葉に坂本の体は一瞬跳ね上がった。坂本は俺の方を向き直して勢いよく土下座した。山下、すまなかった。この通りだ。だから頼む。この俺をどうか許してくれ。私は坂本部長を許すつもりはありません。坂本部長が取れる道はもう2つしかない。私を不当に解雇したことで1兆円を逃した責任を問われ、損害賠償を請求されるか、もしくは私の売り上げを不当に奪い退職まで追い込んだ責任を取り処罰を食らうか、このどちらかです。部長は少し考えた後、顔を上げて答えた。お前の売り上げを奪ったことを認める。処分なら当然の報いとして受ける。だから許してくれ。坂本部長、損害賠償より処罰の方が軽いと思っているならそれは勘違いだ。山下が提出したという退職届、これがお前の作った書類だと判断された場合、お前には偽装の処分が追加される。会社にはいられなくなると思え。坂本は泣き崩れ、その場から動かなかった。その後、俺は会社に戻ってきた。俺の退職届は明らかに不自然なため、そもそも受理されていなかったらしい。坂本は今までの行動がすべて公開され、懲戒解雇になった。驚いたのは売上の操作は俺だけではなく、どうやら常習犯だったようだ。俺はその後、専務に同行してもらい、得意先への謝罪のために訪問を重ねた。そのおかげか、1兆の現場の契約を確実なものにできた。しばらく空いていた部長の席だが、今日から俺の新しい席になる。俺はまだまだ経験不足だ。これからも頑張っていこうと思う。